甘酸っぱくて美味しいです。完成です。お肉の量はこんな感じ。出汁も取ってないけど美味しい。皆さんこんにちは。今日は業務スーパー購入品です。いつもより多めの 19,985 円でした。だいたいね、業務スーパーはいつも爆買いしても 15,000 円ぐらいなので、お米なども買っているからかなと思います。今日もね、初めて行った店舗に行ってきたんですけども、新しい出会いもあったり、リピート品もあります。開けられるものを開けていきながらご紹介していきます。まず冷凍品からご紹介します。今ね、冷凍品からご紹介しますって言って思い出しました。ブルーベリーとダイスカットのアボカド。冷凍系のこういう小さい細かいものって溶けやすいので、最後に買おうと思ってたら忘れてました。悔しい。あとね、冷凍のアボカドもね、スムージーにして食べることが多かったんですが、普通に食べても美味しいじゃんと思って買いたかったんですけど忘れてました。それではこちらはいつもの豚生姜焼きライスバーガーです。久しぶりにね、チキンと牛も見たんですけども、やっぱり豚が一番美味しくて、一応添加物無添加みたいな感じになっているので豚を買いました。味が濃いめで何回食べても美味しいです。お腹空いたんで早速レンチンしました。お肉の量はこんな感じ。レンジで2分で簡単に食べれちゃうのでめっちゃありがたいです。あとはこちらも何度もリピートしています冷凍プルコギキンパです。今回キムチ味もあってどっちも美味しいんですよ。前回キムチだったから普通の味を買いました。めっちゃ簡単にできて一人でねペロッと1本食べちゃいます。子供も喜ぶし、とにかく何もない時にありがたいので買いました。そしてこれはすごく久しぶりです。塩鮭なんですけども、総力祭で安くなってました。毎日お弁当作る方とかすごい便利なんじゃないかなと思います。本当1週間弁当作ろうと思ったらそれだけで大変ですよね。中学生になったらそれがあるのかなと思うと今からドキドキするんですけども、こちら購入しました。こちらは薄焼き瓶です。もう何度もリピートしています。温め方いろいろあると思うんですけど、フライパンで焼くのがおすすめです。油なしで外サク中ふわでめっちゃ美味しい。このままでも美味しいんですけど、チーズつけたりコチュジャンでちょっと辛くしたり、いろんなアレンジも効きます。ほうれん草を味がないやつバジルってあるんですけど、このほうれん草が一番シンプル、膨張剤以外無添加になってるので、もうずっとほうれん草をリピしてます。冷凍は最後で、これもちょっとね変わり映えしなくてあれなんですけども、海鮮チヂミです。野菜たっぷりバージョンと海鮮バージョンがあって、野菜たっぷりバージョンいつも買ってたんですけど、今日見たらなんか海鮮の方が安くて、野菜たっぷりが税込み494円、海鮮チヂミは税込み483円なんで10円ぐらいこっちの方が安いです。どっちも美味しいので海鮮買いました。はい、海鮮チヂミは油も引かず凍ったまま焼くだけ。カリカリの美味しいチヂミができます。今日はチーズ乗せてアレンジしたいと思います。キムチも付け合わせて完成です。まだ冷凍ありました。こちらうどんです。めっちゃ安かった。コシがあってこれ美味しかったんで久しぶりに買いました。小麦粉ね、わざわざ家で食べないようにしてたりもしたんで、グルテンフリーしてるわけじゃないんだけど、家ではなるべく米を食べようみたいなだったのでうどん買わないようにしてたんですが、やっぱり子供めっちゃ食べてくれるから便利。お弁当作んなきゃいけなかった時にうどん弁当を挟むとめっちゃ楽なんですよ。で子供喜ぶし。なのでうどん弁当を挟みたくて前にうどんを久しぶりに買ったら、やっぱうどんめっちゃ美味しいってよく食べてくれるし、消化もいいし、簡単に済ませたい時とかすごい疲れてる時やっぱうどん便利だなと思って安かったから買いました。あと麺でいうとこちらめっちゃ安い、20円ぐらい。びっくりですよね。近くのスーパーでこういう蒸し焼きそばが150円、それでも安いと思ってたんですけど、業務スーパー安すぎて2パックぐらい買おうかとか思ったんですけど、あったらあったで食べ過ぎちゃうな小麦と思ってあと賞味期限が意外にないんですよね。なんで1個にしました。普通に焼きそば作ろうと思ったらね1個じゃ足りないんですけど、そば飯用なんで1個にしました。あと養冷蔵、これ初めて見た私は気がする。国産で工場直送のイカ塩辛
お安かったし、塩辛食べたいと思ってたんですよ。最新のコストコ購入品の時に大好きなサーモンの塩辛買って、イカの塩辛のお話コメントいただいていて、うわイカの塩辛食べたいってなってたんですよ。おじいちゃんの手作りのイカの塩辛のお話をしてくれてた方がいて、食べたいってなってました。国産豚を2パック買いました。一つは酒粕があるので、酒粕の豚汁を作りたいなと思って買ったのと、もう一つはみたらし団子の肉巻きを作りたいんですよ。それを食べたくて2パック買いました。お揚げさんも買いましたが、めっちゃ安かった。ふっくらしたお揚げさんがなんと5枚も入ってます。一応油抜きしなくてもそのまま使えますっていうことですね。味噌汁とかに入れるだけで油が出て美味しくなるじゃないですか。手軽でいいので安かったので買っちゃいました。油揚げで言うと、こちら前にもうちょい小さいサイズを買ったんですよ。前はイオンで小さいサイズを買いました。アミノ酸が入っちゃってて味がついてるやつなので美味しいみたいな感じで味噌汁めっちゃ飲んでくれて、なんで業務スーパーに売ってるんだと思って、ちょっと新しい発見だったし紹介したいなっていうのもあって買ってみました。一応添加物が凝固剤、アミノ酸、膨張剤は入っちゃってるんですけど、3つって思ったより少なめだなと思って、普通に味噌汁に入れたらめっちゃ美味しかったんですけど、おつまみってこのまま食べるのかなあ、そのまま食べられるんだって。炊き込みにしておにぎりにするのありですね。味噌汁だけじゃなくていろんな使い方ができるなと思って買ってみました。この揚げとコストコのわかめとコストコで買ってる奮闘菌のお味噌だけで簡単に即席味噌汁を作りました。だしも取ってないけど美味しい。ほんと美味しい。前買った時これだけで食べれるって同じブランドかわかんないけど知らなかったんで、このままで食べることしなかったんですけど、今このままで食べたらこのままで美味しい。めっちゃおつまみになる。今度お友達のママが来た時に出してみようかな。これだけで食べて美味しいから、そりゃあ味噌汁に入れたら美味しいわと思って、揚げの食感がジュワッとして旨味が出てくる感じが美味しいです。ただね、化学調味料のアミノ酸の味が嫌だって方は嫌だと思います。めっちゃお腹空いてるんで、即席で作ったお味噌汁とこれ食べます。あと用冷蔵、こちらなめこです。これラス1でした。1個しか買えなかった。普通になめこ汁が大好きなので、1個だったらなめこ汁ですね。何個か買えた時にはなめたけにして食べてます。業務スーパーで初めて卵を買いました。いつもパルシステムで頼んじゃってるんですけど、今週頼み忘れちゃって、でコストコでも卵買ってめちゃくちゃあるからいいやと思ってたら、あっという間になくなってしまって、すごいお安かったんですけど、ちゃんとお顔も載っていて自慢の赤卵ということだったので、楽しみに食べてみたいと思います。あと最後、用冷蔵は小粒納豆でタレからしがついてないので、この安さ、毎日食べてたらあっという間になくなっちゃうので、国産の大豆の納豆は業スーには売ってなかったです。国産があれば国産にするんですけどね、遺伝子組み換え混入防止管理済みなのでいいかなと思って。あともみのり見つけました。ありました。最近ないところも多くて、ちょっと久しぶりに買えた。これやっぱめっちゃ美味しいし、お値段がねお安いのもありがたいです。結構たっぷり入ってるので嬉しい。久しぶりに買えて、そして今回ね海苔を結構買ってきまして、はい、おにぎり海苔です。これは国産の寒海苔を使ってるんですけども、個包装になってて使いやすそうだし、海苔美味しいよね。最近なんかパリパリの海苔のおにぎりにハマってて、モーニングルーティンで出てくるんですけど、卵の黄身を冷凍させて、モーニングルーティンではちょっとね硬すぎたんだけど、いい感じにとろけてきた醤油卵のおにぎりがめっちゃ美味しくて、海苔をチェックしてたら総力祭でお安くなっていたので買いました。海苔高いんですよね。あとこちら、この海苔が巻きやすくてね普段使ってるんですけど、とにかく安くて近所のスーパーで500円とかで買ったんですよ。こっち16枚こっち18枚だけど480円とかしたんですよ。なんでめっちゃお得と思って。もともと高いなってイメージあるけど、なんか海苔の値上がりがすごいみたいなニュースで見たな。そういえば伊勢のホテルで泊まった時に朝ニュースで見ましたね。はい、こちらこれねいつも買ってるさ焼きたて出荷海苔なんですけど、なんと3個セットになっちゃってた。100いくらで買えるんですけど、初めて行った業務スーパーだったので、そこだったからなのか、それとも海苔値上がりしてるからもうこういう風な感じの売り方になっちゃうのか、
わからないんですけど、3個になってて思わず見てびっくりして買わなきゃと思って買ったら、もうなんか今日海苔だらけ。海苔4つも買っちゃいました。あと海苔つながりなのかな、海苔塩ポテトチップスが安かったです。っていうかね、もう最近やばいの。私が食べたくて前回のコストコ購入品のお札時ももうなくなりそうで、私ばっかり食べてるんですよ。本当に顎ニキビできなくなったんで嬉しくて調子に乗ってますね。私エアリアルのチェダーチーズ大好きなんです。めっちゃ美味しくないですか？なるべくね体にいいものを選んだりもしてるんですけど、お菓子とかも全然食べます。一応自分のために買ったんですけど、どうしよう。あともうお菓子系を紹介しちゃうと、こちらがプチケーキ。お友達が来る予定があるので、みんな普通に好きだし、並べておくとちょっと映えるし、お菓子よりかはちょっと腹持ちよかったりして購入しました。あとはクラッカーです。クラッカーもね結構高いですよね。これは結構安かったんですが、味付きのものもあったんですけども、プレーンを買いました。めっちゃ個包装。こういうのって業務スーパー安い代わりにドカッと入ってるものが多いんですけど、めちゃくちゃ思った以上の個包装でしたね。ありがたい。クラッカーすぐ湿気るから。これもお友達来るので、ママ友も来るので、酒粕とクリームチーズ混ぜて、でそこにねデーツとイチジクを刻んで混ぜて、酒粕クリームチーズめっちゃ美味しいんですよ。最近ハマってて、それ作ろうかなと思って、クラッカーに乗せて食べられるように。私は普段パンに塗って食べたりするんですけども、それ用のクラッカーです。あとお菓子といえばこちらもリピート品です。もち入りもなか。これ前回どうかなって言って買って美味しかったんですよ。やっぱりもなかって美味しいですよね。パリパリでもち入りで美味しくて安いからまた買っちゃいました。今回も小豆もあったけど、もち入りが良くて買いました。そしてこのマイグラも今日ね子供に朝言われて、久しぶりにザクザク食べたい。いつもザクザクって言うんですけど、最近はねお米とか、あとコストコのパンも食べたりもしてましたけど、ほとんど朝お米とかで、ザクザクも久しぶりに食べたいよって朝言われたので買いました。チョコ味のフルグラとか普通のフルグラとか並んでた中で、やっぱりシンプルなマイグラ、自分でいろいろ入れて作れるのでいいかなと思ったのと、シンプルなのが一番安いのでこちらを買いました。こちらマイグラですけども、コストコのオーツミルク入れてオレンジとデーツで食べます。シンプルに美味しいです。黒蜜買ってみました。安かったし、前しゃぶ葉一人飲みでワッフルを焼いた時に黒蜜とメープルを間違えてかけて食べたらめっちゃ美味しくて、黒蜜久しぶりに美味しいと思って、昔ね一人暮らしの時よく私黒蜜きな粉豆乳で毎朝飲んでたんですよ。それもそういえば美味しかったなと思って。黒蜜ね黒糖だけだったらいいんですけど、黒糖だけじゃなくて加糖ブドウ糖液糖とかも入っちゃってるから、って思いながらも、まあ安いし美味しかったから買いました。セブンのレジに置いてある黒蜜を入れて黒蜜ラテにするのが結構好きで、もしかしてそれになるかなと思ってやってみたんですが、セブンの黒蜜はちゃんとアイスでも溶けるようになってるんですよ。この黒蜜はアイスでは全然溶けなくて黒蜜ラテにならなかった。ホットだったらなると思うけど。あとはグリーンピースの缶詰、初めて買いました。スペイン産で入ってるのはエンドウ豆、砂糖、食塩のみです。シンプルなんですが、缶に BPA フリーとかそういうのは使われてないとは思いつつ、インスタグラムには書いたんですけど、ストーリーに長男がねまさかのグリーンピース好きということで、子供グリーンピース好きじゃないですよね。私もいつもちっちゃい時チャーハンのグリーンピース抜いて食べてましたが、まさかのグリーンピース好きで、これをどんな味付けにしようか、どんな料理にしようかというのは全く未知なんですけど、おすすめあったら教えてください。食べ方、チャーハンに入れる以外で。うちの母はよくなんか卵とあえて出てきたような気もする。そして缶詰系ご紹介しちゃうと、このグリーンオリーブオイルのアンチョビペースト詰めの方買っちゃいました。安いんですよね。で普通に美味しいから、お客さん来た時とかパッと出せるから家に常備しているんですが、今なかったので買いました。ただアンチョビが入ってる方だったねこれ。あとこれもね何度もリピートしています。シャンモンカセイっていうんですね。生落花生の缶詰です。おやつやビールのつまみにということで、このね生落花生の醤油漬けめっちゃ美味しいです。家で作るときは生落花生の塩漬けにして冷凍しておくんですけど、生落花生自体が手に入る時期がすごく短いので、見かけたら大量にね作って冷凍しておくんですが、それ以外の季節は
こういう生落花生の缶詰とかを使ってます。お客さんに出しても美味しいって喜んでいただけるし、私も大好きですね。カリカリになったね落花生は別に好きじゃないんですけど、生落花生は美味しい。あと缶で言うとなんか懐かしいパッケージのサンガリアラムネ、1個40円とかでお安くて、子供のお友達が来る予定なので、そういう時しかね買わないし喜ぶかなと思って買ってみました。あと普段はねジュース買わないんですけど、これもねお友達が来るっていうことで、水だけしか出てこないっていうのもあれですよねと思ってということで先に飲み物系ご紹介しちゃうと、こちらビールも私ね大好きですけど、ケース買いする時はお友達が来る時ですね。私もビール家でも飲むんですけど、1本とか買ってその日に飲むみたいな感じにしてて、いっぱい飲んじゃうので、こういうケースではいつも買わないようにはしているんですけども、お友達が来るので買いました。米マッコリ、こちらも前にお友達に出した時に、家でマッコリ飲まないから嬉しいって言ってすごく喜んでもらえたから一応買っておきました。あとお酒で言うと、いつものクリスタリンダの赤、これは私が大好きなプチプラワイン。そしてクリスタリンダの白、最近白ワインも好きで、クリスタリンダ白はあんまりかなって言ってたんですけど、最近はすごいこれも美味しく感じるようになって、両方すごく好きです。すごいですよね。600円ぐらいで買えちゃうこの美味しさのワイン、両方ともチリ産で辛口のシャルドネ、フルボディのカベルネソービニオンです。あと瓶系、これ初めて見ました。ゴジベリーのジュースです。ビタミン C 豊富、もう絶対に体にいいって思いますよね。クコナミジュースストレートっていうことなんですけど、ストレートで飲んでいいのかな。水で割ってとか書いてないけど、そのままだって、適量そのまま飲んでみましょうか。うわ、めちゃくちゃ濃厚、そしてすぐになくなりそう。いただきます。不思議な味、ちょっと薬っぽくも感じる。美味しいってわけじゃないけど全然飲める。めっちゃ濃いかなと思いつつ、100% ジュースぐらいの濃さです。久しぶりにポッカレモン100買いました。夫がレモンハイを家で作って飲んでた時はもうしょっちゅう買ってたんですけど、家で控えているので、夫はね、私めっちゃ飲むようになっちゃったけどなので久しぶりに買ったんですが、総力祭でお安かったのと、韓国コストコ購入品でご紹介しているんですけど、オーガニック 100% レモンパウチですごい良かったんですが、韓国でレモンとオリーブオイルを割って飲むみたいな美容法が流行ってるみたいで、それをねやってました。っていうのも、オリーブオイル、夫がね1万5000円ぐらいって言ってたかな。すごいいいオリーブオイルを買ってきて、なのでそのきっかけもあり、ちょうどこの美容法を試せるきっかけになったので、最近は私もこれを飲んでいて、でいつもねパウチだと 20g 多いので、半分ぐらいこの中に入れて、もう半分はタンブラーに入れてレモン水で飲んでます、普段は。ただこのパウチがねもうなくなるので、ポッカレモンでやろうと思って。このポッカレモンはアルゼンチンとイスラエル、イタリアの濃縮還元レモンジュースになってます。開封後は 1,2 週間で、1,2 週間厳しいですよね、この量飲むの。ポッカレモン100にはクエン酸が含まれてて、高めの血圧を下げる機能がありますということで、1日目安 30ml 飲むといいらしいです。夫と2人で飲んでも2週間で飲めるかなって感じですけども、これにオリーブオイルを大さじ1ぐらい、これを最近は毎日飲んでます。この私レモン100の状態では絶対飲めないんですよ。なんですけどオリーブオイルと混ぜることで飲めます。あと液体系はナンプラーを久しぶりに買いました。安いですね、ナンプラー。しょっちゅう使わないんだけど、欲しいなっていう時にないとって思うというか、ガパオとか超簡単で美味しいので大好きなんですけど、その時にねやっぱ欲しいなとか思ったりしますよね。原材料名がねチャイナアンチョビと食塩のみなんで、すごくシンプルでいいんじゃないかなと思います。ちょっと中華風のこんな感じの隠し味にもいいみたい。あとは瓶なんですけど、ソイボロネーゼです。これも総力祭でお安くなっていました。ちょっとね途中から服変わりました、白に。ピンポンって届いて注文していた洋服は試しで着てみて、そのまんま着てるって感じでこれね美味しかったと思います。買ったことあるんですけどちょっと忘れちゃいました。これは pH 調整剤入ってますけど、それ以外は無添加になってます。ちょうどねこういう瓶系のパスタソースっていうのを全部使い切っててないんですよ今お家に。1個あればパスタとある野菜入れて和えるだけでめっちゃ子供喜ぶんで、ありがたいからストック用に買いました。あと最後調味料系はこちら、
オリバーの関西初プロ仕込みだって。なんか関西人は嬉しいな。焼きそばソースです。十数種類のスパイスを使った焼きそばソース。なんかそんなこだわった焼きそばソースなんだとか思わず、焼きそばって書いてたので買いました。焼きそばソース家になくて、そば飯やる時しか使わないので、そば飯用に買ったんですけど、業務用だから結構でかいんですよね。はい、こんな感じの大容量焼きそばソースです。業務スーパーで初めてお米買った。だって安くて、秋田県産の秋田小町ですが、税込み3200円ぐらいで買えたんですよ。みんなどこでお米買ってます？私、今まで楽天多かったんですけど、米が高くなってから、パルシステムが一番安いんじゃないかと思って、パルシステムで買ってたんですけど、5キロ4800円するんですよ。米の消費もね、だんだんね、子供が大きくなってきて、量も多くなってきたし、フラダンスの時かなんか、先生と生徒さんが話してる話で、お米もちょっと下がってきたよね。3000円ぐらいで買ってる昔は2000円だったのにね、みたいな話をしてて、うちパルシステムで4800円高いじゃんって思ってたのが昨日で、今日業務スーパーに行ったので米をチェックしたら、秋田小町3000円めっちゃいいじゃんと思って2つ買っちゃいましたよね。なんかね、母の日ね、いつもね、お花とかいろいろ送るんですけど、お米も高いし実用的なものいいんじゃないかなと思って、母の日に1個送っちゃうのもありかなとか考えています。あと食塩です。70円ぐらい、めっちゃ安い。これは食べる用じゃなくて盛り塩用に買いました。玄関やトイレにこういう盛り塩を置いています。私がね、やりたくて昔買ったんですけど、結局やんなくなっちゃって、なかなか盛り塩するのも大変じゃないですか。なんで私やらなくなっちゃったんですけど、夫がやるって言い出して、今夫がやってくれているので、盛り塩用の食塩買いました。はい、のぐりのラーメンまた買っちゃいました。こんなにパッケージハートだったっけ？かわいい。なんかね、麺がもちもちで太麺なのが美味しいんですよね。辛いんですけど、豆乳、チーズ、卵入れて割って食べてますあとは大根。これは豚汁用、酒粕豚汁用に買いました。人参も酒粕豚汁用に買いました。玉ねぎとかも普通に高くて、3個で税込み380円とか、だから1個100円以上するじゃん、玉ねぎと思って。高ーと思って今回玉ねぎやめました。次ね、コストコで玉ねぎ買わなきゃ絶対と思った。人参たくさんあったので、こんな感じで頭とお尻を切って冷蔵庫で保存します。そしたら長持ちします。もう始末って書きました。ちょっとね、よく見るともう人参に芽が生えてたので、よく見て芽が生えてない人参選べばよかったかな。あとパプリカも180円ぐらいしたんですけど、それでもね、安い方なのでめちゃくちゃ美容にいいし、ナンプラーも買ったからガパオにしてもいいかも。あとオレンジ、愛媛の清見、多分安いのかなと思って売り出してたのでね、みんなオレンジ大好きなので購入です。はい、オレンジ甘酸っぱくて美味しいです。身がギュッとしてる感じ。いかがでしたでしょうか？こちらが今回の業務スーパー購入品 19,985 円分です。月1業務スーパー、月1コストコに行ってますので、ぜひチャンネル登録してこれからもチェックしていただければ嬉しいです。インスタグラムは毎日更新しています。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。さようなら、またね。